ヒロアカウルトラランブル正式サービス開始。おいすー、イモナレフです。正式サービスもヒロアカウルトラランブルやっていくよ。今回使用するのは新規実装キャラのヤオヨロズモモだよ。ヤオモモのロールはサポートで創造の個性によって武器を作り出し近距離戦闘、設置型の大砲による砲撃、さらにアイテムまで創造できるサポートキャラ。特殊アクションはアイテム入りのバッフを創造してランダムにアイテムを獲得できるヤオヨロズズラッキーバッフ。戦闘開始から3分経過で使用可能になり出てくるアイテムは回復アイテムやレベルアップカードといった実用的なものばかり。使用可能になったら忘れず発動しよう。格闘攻撃は踏み込み、速度、火力いずれも平凡な3段攻撃。ただし3段目は武器を投げつけ飛び道具の特性もある変わった性能。しかし主力の個性技が2種類近接攻撃なので格闘攻撃の出番は基本的にない。個性技アルファは鈍器を創造して振り回し、連続攻撃を行うクリエイト超々発し。振り回す際に前方に衝撃波が発生するため見た目よりも攻撃リーチが長い。レベルアップで攻撃力が上がりレベル4と9で弾数、サイズもアップし獲物も凶悪になる。個性技ベータは創造した盾をその場に設置して遮蔽物を作るクリエイト近上鉄壁。ただし設置した盾は貫通属性、地面を伝う攻撃、範囲技などを防ぐことはできない。そしてボタン長押しで発動すると盾を構えたまま突撃して接触した相手を弾き飛ばす突進技になる。この突撃にはガード判定があり前方からの相手の攻撃を弾くことが可能。まさに攻防一体の性能でありヤオモモの主力となる個性技。突進後は通常時同様その場に盾を設置する。レベルアップで突進の攻撃力がアップし、レベル4と9で設置後の盾の横幅が増加する。個性技ガンマはその場に大砲を創造し、狙いをつけた場所に砲撃を3連射するクリエイト砲煙弾雨。ボタン長押しでガイドを表示して離すと設置を開始する。大砲はその際に狙いをつけた場所を撃ち続け、砲弾は炸裂時に周囲に爆発する的量子化をばらまき範囲攻撃もする。レベル4と9で設置可能数が1ずつアップ。命中精度に期待はできないが破壊力と射程距離は抜群。長距離から定点射撃で敵チームのポジションを崩したり、戦闘中に設置して敵を砲撃場所に誘導して大ダメージを狙うといった使い方もできる。それでは本編行ってみよう。副委員長と委員長が行くぞ。チームアップは飯田さんと信楽だよ。ヤオモモを使ってみた印象としては近距離戦闘をガンガンこなせる納期。近距離主体サポートキャラ。特にベータ技の突撃はガードをしながら突進という非常に強力な特性を持っており、突撃中のヤオモモに対して正面から対抗する手段は限られる。なのでベータ技のレベルを優先的に上げて戦闘時はこれを主軸に立ち回りたい。おっと飯田さんが攻撃を受けているようだ。すぐにカバーに入ろう。飯田さんを攻撃しているのは緑谷さんか。緑谷さん相手ならばこちらの突撃に対する正面からの対抗策はない。ただし突撃は小回りが利かず終わり際に背後を狙われるというリスクもあるため、終わり際に再発動や判定の強いアルファ技でカバーといった工夫が必要だ。さて相手の背後にもう一人見えたし開幕は無理に戦っても旨味が少ない。ここは深追いせずアイテムの確保を優先しよう。ベータ技の盾設置はもちろんこのように味方が動けない状況下でも遮蔽物を作ってガードするのに役に立つ。ここでしっかりアイテムを確保して本格的な戦闘に備えよう。特殊アクションが溜まったらアイテムを創造しておくことも忘れずに。お、向こうで戦闘になったな。私もベータ技でガンガン突撃していこう。突撃の速度は通常の移動速度よりも速いので逃れる術はなし。さあ敵の信楽にとどめを。セメントス先生の瞬間蘇生技か。構わず殴って仕留めようとしたら無敵時間で逃げられてしまったな。よじ登って逃げることを想定して壁に向かって大砲を設置するべきだったか。視界が悪くて信楽を見失ってしまった。あれはセメントス先生。ここは狙いを切り替えてあちらから倒しに行くか。突撃で吹っ飛ばしたらダウンしたところに大砲で置き攻めだ。おっと壁を作って防がれたか。ならば逃げたところにもう一台。よしダウンだ。とどめ攻撃の必要はないのでこのまま叩いて KO だ。こういったダウンした相手を処理するときは手数の多いアルファ技や自動で攻撃してくれるガンマ技が役に立つ。さて先ほどの信楽や残りの敵に警戒しつつアイテム整理をしよう。巨大化マウントレディ。ここは大砲の出番だ。
あっという間にダウンした。どうやら味方の攻撃に加え、先に設置した大砲の砲撃で出た無数の的量子化爆弾をもろに食らったらしい。なるほど対象がでかいということは大型兵器の強みもそれだけ出るということだな。さてこれで2人撃破。残った死柄木も味方が倒してくれて残りチームは半分だ。一息つけたところでここから後半戦に備えていくか。他の場所で1チームやられて残り3チームか。そのうち1チームはあそこの USJ 出入り口付近に陣取っているようだ。ヤオモモの砲撃ならあそこまで届くのかな？おお、届いてる。まああそこは広くていくらでも避けようがあるので牽制程度にしかならないが。さて参ったな。次のセーフエリアは見事にあっち側だ。あそこに登っていくには遮蔽物も全然なくて車線が通りまくるところを上から撃ち下ろされながら行かなくてはならないのでかなり危険だ。しかしここは危険を承知で一歩かない。大砲で牽制しつつベータ技でガードしながら突撃だ。まずは突っ込んできた敵死柄木と飯田さんをぶっ飛ばした。さらにマウントレディの攻撃を受けたが無傷。このタングステンシールドめちゃくちゃ強いな。しかし私は無事でも味方はただでは済んでいない。ひとまずはこの突撃で相手を高所から引きずり下ろしそこからこちらの流れを作っていきたい。さらに死柄木の範囲攻撃も構わず突っ込んでガードブレイク。しかし前に出すぎて背中にちょっと食らった。とりあえず高所は奪ったが味方のダメージが大きい。まずい味方の死柄木さんがダウンだ。あの位置と敵の動きでは助けることはできないか。そして今度は敵の飯田さんが戻ってきた。回復したガードポイントを削られてしまったがここは反撃するしかない。だがこの突撃ならば近距離攻撃主体の相手に反撃は不可能。味方の飯田さんはエリア外に死柄木さんのバッジを回収しに行ったらしい。ここはとにかく前線で暴れ回り残りの敵にダメージを与えていこう。突撃の終わり際を相手が狙ってくる、という心理もしっかり利用して立ち回ることが肝心だ。よし終わり際を狙ってきた飯田さんを設置した大砲でダウン。さらに敵死柄木をガードブレイクさせてプルスケイオスを使わせた。どこかで余裕を見て回復や復活カードを使ったりもしたいのだけど敵死柄木は逃がしてくれそうにないな。ここは落ち着いて敵の動きを見て隙を見せたら突撃だ。よし味方の飯田さんが一撃入れてくれたか一発でガードブレイク。ついでに今までどこかに潜んでいたうららかさんもぶっ飛ばしてエリア外ダメージでダウン。このまま死柄木を倒したかったがベータ技も切れてるので一旦下がって回復だ。今のうちに回復しつつダウンしている飯田さんも起こして立て直したい。動かないで。起こさせてはくれないか。しかしエリア外でダウンしていた敵の2人はそのまま退場した。これで残る死柄木と一騎打ちの形になったな。相手はこちらの突撃を警戒して積極的には攻めてこない。大砲で牽制して時間を稼ぎつつ今のうちに回復しよう。さてこのままガードポイントも回復してまだ余裕があれば復活カードで味方死柄木さんだけでも呼び戻したいが。まずいな移動するエリアを背負ってしまってこの建物はダメか。とりあえず回復はできたが。嫌なタイミングで来るなぁ。一気にガードブレイクされてしまった。だがまだこちらには奥の手がある。さあ反撃開始だ。大砲設置は範囲攻撃に飲まれて崩壊してしまったか。しかし相手は攻撃の連続で個性技を切らしている。ここは性能が限界突破したベータ技とガンマ技で交代など考えずガンガン攻める。よしもう相手の体力は残り少ない。一度こちらの体力回復のために逃がして相手にも回復されてきたがそれももう終わりだ。ちょいちょい間違えて盾に向かって大砲を設置してしまったりもしているがこのまま攻めて終わらせる。さあもう逃げ込む建物もなくなったぞ。ゼロ距離大砲が命中してダウンだ。フィニッシュからハイドルで逃げられるのまだ治ってないんかーい。かっこいいな。中止務めを果たせました。というわけで八百万桃でした。攻防一体の突撃でガンガン近距離戦をこなしながら味方の支援もできる頭脳筋肉サポートキャラ。蓋したような特性を持った隠し技を使いこなすには原作の八百桃にも必要なもの同様状況に合わせたオペレーションが大切だよ。それではご視聴ありがとうございました。